昭和の洋裁本の服が縫いたいけど、これを作るには前回少し小さかった原型を見直さなくては。正直めんどくさい。襟なしのブラウスが縫いたくて、昭和の洋裁本をいろいろと眺め中。どれも素敵だなぁ。襟なしシャツはあんまり持ってなくて、これなんかシンプルでいいね。ただここら辺ピラピラしちゃう？襟なしは襟ぐりの形が大事だ。これなんかとても素敵だ。すっごく綺麗にフィットしてるね。襟ぐりは大きすぎないかな。ただこれを作るには、この間作った原型をもう一度見直さなければならない。そう、この間右往左往しながらなんとか自分の原型を作って、初めて昭和の洋裁本の型紙を製図して自分に合うサイズに昭和のジャケットを作ってみたのだけれど、ちょっと原型が小さかったみたい。切れはするけど少々きつい。ということで、今このジャケットは長女が欲しがったので、長女が学校に着て行っている。というわけで原型を修正しないとだ。この間作った原型にもう少しゆとりを追加しなくちゃ。もう一度自分にフィットしている前に作ったブラウスの型紙を原型に当ててサイズをチェック。0.5 センチくらい脇を伸ばした方がいいかな。念のためいろいろ測り直しておこう。昭和の洋裁本は現在より小さめに作られているような気がするから、少し気持ち大きめに作って昭和の洋裁本専用原型にしようかな。前に作った原型にゆとりを足しつつトレースし直そう。アームホールももう少し広げることにした。
よし、原型も作り直し OK。今回はこのブラウスを縫おうかな。ここの襟ぐりが素敵だな。袖はタックでパフッとしてるけど、ちょっと乙女すぎるかな。今回は原型のサイズ確認も込めて、袖は原型のままシンプルにしよう。ちゃんと製図できるかな。この図の指示通りに原型から線を伸ばしたり縮めたりして製図していく。昭和の洋裁本の製図から制作は作り方も説明もこの本には本当にざっくりしか書いてないし、ネットにも情報が少ないから独学でやっていくのは本当にハードルが高いな。今日はちょっと遠くまでお出かけ。観光地でお店も混むから念のため軽くおにぎりを持っていざ出発だ。サンタモニカのビーチに到着。私がミシン始めたての頃に作ったポシェットを長女は持ってきていた。お菓子を中に入れてきたんだね。サンタモニカのビーチには小さな遊園地があって楽しそう。
の建物の中には、なんとメリーゴーランド。案の定すごい人で、レストランはどこもいっぱいだ。お腹ペコペコの子供たち。おにぎり食べちゃおう。腹ごしらえもしたし、少し遊ぼう。この風船割りに挑戦だ。頑張れ。オレンジの恐竜をゲット。乗り物は怖くて乗れなかったけれど、遊園地気分を味わえたね。遊園地で遊んで少し疲れたから、カフェで一服しよっか。
を縫い始める前に接着芯を見返しと中表に置いて布端を縫い付けよう。
す。